今日はですね、私の専門分野でもあるデニムに関してお話ししたいなと思っています。デニムってすごい専門的で、アパレルの中でも意外とすごくクローズドな業界なんですが、知識もすごい必要だし、経験値もたくさん必要なんですけど、私がですね、最速で最も簡単なサンプル依頼の仕方やコツっていうのを伝授します。この動画を見ていただければ、明日にはですね、専門的な知識がない方も簡単なサンプル依頼はできるようになっているはずです。で、今日お伝えしたいことは、まず生地について、それから縫製について、洗いについて、付属についてっていうところです。まずは1つ目の生地についてなんですが、これは生地屋さんとやり取りする上で、まずリクエストと内容として定めてた方がいいっていうのは、ストレッチを入れるかどうか、ストレッチありかなしか、それからカラーですね。インディゴのカラーは明るめのカラーなのか暗めのカラーなのか、赤っぽいのか青っぽいのかグレーっぽいのかグリーンっぽいのかっていうカラーに関して、それから厚みですね。重さをどれぐらいにするのかで、分かりづらい人はそのデニムってオンスって呼んでるんですけど、その何オンスにするか分かんなければ、メンズを作るのかウィンメンズに作るのかっていうのを生地屋さんに伝えれば OK です。オプションとしては後加工でシルケット加工とか抗菌加工とかコーティングとかいっぱいあるので、もっともっといろいろやりたいという人は生地屋さんに相談すれば、生地屋さんがいろんなことを教えていただけるかなと思います。続いて、縫製に関してです。縫製の最大のポイントは、デニムに関しては洗った後に壊れない仕様にするというのが最大のポイントです。普通の製品のデザイン画なんかを描いたりとかするイメージと、少し変えなきゃいけないっていうのは縫い代の設定な場合がほとんどです。なので、とりあえず設計してみて、その後に工場に投げて、工場に相談してどこの仕様をどうしたらいいかを話したら、サンプルはなんとなくちゃんと上がってはきます。で、専門的なデニムの使用の仕方ってたくさんあるので、それはまた別の動画でお話ししたいなと思っています。で、あと糸に関しては、これも工場によって扱える糸とかの種類とかカラーっていうのは大概決まってくるので、工場から糸を取り寄せてその中から選んでいくっていうのがスムーズです。で、迷ってる方は上糸が20番、下糸が30番、あと缶抜きですね、バータックは30番で設定すると、一般的なアイテムとして上がってきます。一般的なアイテム、通常ですね。それから洗いに関してですね。洗いに関しては、これも削るドライプロセスという、洗う前の工程と洗ってる間の工程、それから乾かしてる工程ってすごくたくさんの工程があるんですが、覚えたりすると大変なので、とりあえずはですね、洗い工場さんの中でデベロッパーと呼ばれる方がいらっしゃるので、その方に自分のイメージをいかにうまく伝えられるかというのが非常に大事になってきます。一番簡単な方法としては、サンプルを買ってそれでうまく説明すると、イメージが合致しやすいです。それが難しい場合は画像でお話ししたりするケースもあります。ただ画像になるとどうしてもカラーのね、イメージとかが違ってきたりとかするケースがあるので、現物があると本当に非常に早いです。で、デニムの洗いに関しては、その製品を洗う前にレッグパネルとか筒とか呼ばれる、その見本の筒ですね、生地テストみたいなのを行うケースがほとんどです。なので、洗いに関してはデベロッパーさんをとりあえず捕まえてうまくイメージ伝える、これが非常に大事です。で、最後の4つ目ですね、付属に関して。これはボタンやリベット、それからパッチのことになります。これは飾り付けに近いんですけど、女の人がアクセサリーつけるのと同じ感覚で、デニムアイテムって、ほとんどがファイブポケットの場合が多いと思うんですが、この付属によってすごくアクセントになって変わってくるので、最後まで手を抜かないで付属をつけることが大事です。ヴィンテージなんかになると、洗う前に付属をつけてわざわざ洗って加工感を出すケースも中にはあります。でも洗う専用の付属っていうのは、その付属屋さんに聞けば別途であるので、そこは聞いた方がいいですね。ほとんどの場合は洗った後に作るケースの方が多いです。それから畳み方ですね。製品の最初の畳み方とかアイロンのかけ方、あと紙パッチなんかも非常に重要になってきます。
はい、以上話しました4つのポイント、生地に関して縫製に関して、洗いに関して、付属に関して、これをですね頭の中ですっきり分けて考えて、最終的な製品のイメージを細かくしていくということが大事です。これさえできればそれぞれの、工場だとかサプライヤーに対してリクエストしていけば、専門的な知識がなくてもうまく製品が上がってくるかなと思います。はい、少しでも素晴らしいデニムのアイテムが生まれるといいですね。ではでは、また別の動画で。アキュージャパン